皆さん、ハロー、マサトです。すみこです。今回もカナダの世界遺産カナディアンロッキーからお届けしてまいります。私たちが今いるのは後ろに見えます。はい。バンフサイン。ね、バンフの街からダウンタウンから歩いて15分ぐらいかな、で来れる結構観光客にも人気の写真スポットです。来た時には訪れてみてください。で、今日紹介したいのはこのサインじゃなくて野生動物。カナディアンロッキー、バンフの周りで見れる野生動物をこれからロッキーの中じゃないな、バンフの周りを探していこうと思います。さあ今日はどんな動物が見れるのでしょうか。それではレッツゴー。さあそれでは出発しますが、今日はバンフの周り車を運転しながら、見ていこうと思いますけども、やっぱカナディアンロッキー来たら見たいよね、動物。見たいね。どんなのがじゃあいるか、ざっくり説明すると、まず鹿、何種類かいて、あとはクマとかもおるね。そうやね。この辺やとブラックベアって言って黒い色したやつが多いよね。そうね。であとはオオカミとか、クーガーとかいうちょっと珍しいのもレアキャラとしてはいます。今日は鹿は見れるんじゃないかというかですね、実はもう向かってるんですよ。このオープニング撮る前にもういるのは分かってる場所が1個だけね、たまたまそうここに来る途中にもう見つけちゃった場所があるんで、まずはそこに向かっていこうと思います。私は基本運転しないのでいつも助手席です。なので今日は私がカメラマンです。さあでは今ちょっと高速道路を走ってるんですけど、こういう時もあるよね、目を離さないようにしましょう。いつどこで野生動物、例えば右側のこのフェンスの奥とか出てくるか分かりません。というかもういるのは分かってるので、ちょっと今そこに向かっています。もうちょっとすると、大量のエルクが見れてくるはずです。ここちょっとだけ本当はあんまり止まるのはよろしくないんですが、ちょっと止まっちゃいます。見えますか？めっちゃいるんですよ。見えるかな？エルク何匹ぐらいおる？でも30匹以上じゃない？ 30 どころじゃないか。40ぐらいおるんじゃん。いや、おるやろ。でこれ今撮影してるの10月ぐらいですけど、全部角がないよね。ところどころ角あるやついますけど、ほとんど実はこれメスです。エルクっていう大型の鹿の大量の群れが早速見てみて見つかりました。もういい？いいよ。はい。で、こういう感じ。ほい、見てみて。はい。でただここちょっとハイウェイ上なんで、これからさっさと動いていきましょう。次のスポットへゴー。行きましょう。すごいね。結構こんな珍しいからいろんな車もいっぱい止まってる。では次は高速道路を出てどこに向かいますか？次はちょっとビューポイント、高台のビューポイントがあるんで、ちなみに今日紹介していくスポット、全部スポット名は書きません。自分で探していってください。住んでる住民の私たちだから、ここよく出るかなって知ってるようなポイントもあるんですけど、具体的なスポット名は、言わないでおきます。バンフの周りのこれからまずはビューポイント、高台のビューポイントに向かっていきましょう。それではレッツゴー。さあでは大きい看板が見えてきましたが、なんて書いてある？これ注意、野生動物がいますよって書いてあります。そう、なんか絵があるよね。あれはエルクの絵ですね。こういう看板がバンフ周辺道路上に何箇所かあるんですけど、これがあるってことはここから先、この辺のエリアいつどこでもう野生動物が出てきてもおかしくないよという注意の看板です。なので、これがある時で噛んだこれが見えたら、この辺りに野生動物がこれから見えるんだなってことを意識して、もしドライブする時があれば注意して動物を探してみるのもいいかもしれません。今から坂道の中というか、山の道の中をこうやって道路が舗装されている道路があるんですけど、そこを登っていきます。でこの今から行くスポットでよく見るのはミュールディアっていう、ちっちゃめの鹿
うんあとは結構ロッキー、カナダでしか見れない動物でいうとビッグホーンシープっていう、でかい角を持った羊だよね。野良羊なんかがこの辺にいたりするので、ちょっとこの道を通りながら、探していってみましょう。いた。これはビッグホーンシープじゃん。ビッグホーンシープがいました。メスです。カメラいる？そっちで撮って。ちょっと待って。子供もいます。さあ、ではビューポイントにやってきましたが、見つけたね、早速。何？3匹のメスのビッグホーンシープ見つけました。これはロッキーでしか見れないよね。鹿は日本にもおるけど、何匹おる？3でメスですね。3匹おって2匹大人で1匹子供かな。はい、ではこの奥に今ビッグホーンシープがいるんですけど、今このビューポイントの説明もついでに綺麗なんでしておきましょう。名前は言いませんが、こんな風景がバンフの周りには広がってます。正面の下の方に見えるのはバンフの町、で左上に、ロッキーの山があったり、右にも山があって、そんな景色の場所です。希望できるよね。そうだね。で、動物探しするときに、この右側のさっき見たこの道路の左右、こういう林とかも探すのはポイントなんですけど、ここのビューポイントの下、この辺芝生になってます。ここにもさっきのビッグホーンシープ大量にいることがあるんで、探すときは忘れず、やってみましょう。すごいかわいいね。こうやって見たら結構毛の生え変わりの時期とか結構ボサボサヘアのビッグホーンシープが見れるよね。今は結構ふわふわの生え変わった感じなんかな、よくわからんけど。またオスはオスでね、すごいかっこいいんですけど、メスと違って。そう、オスは大きい角を持ってるのかな。名前の通りよね、ビッグホーンシープ。結構一番最初に見た大群のエルクであったりとか、今見たビッグホーンシープとかも結構群れでいたり、小さい赤ちゃん連れてたり、オスがその群れの中にいたりすると、結構オスがなんか守って突進してこようとしたりする時あるよね。特にエルクはめちゃくちゃ危険な動物としてロッキーでは有名です。鹿、草食動物だからって言って舐めないようにしましょう。たまに人が蹴られて死ぬとか、そういう事故も起きているので、特に観光する人っていうのはそういうの知らないと思うんで、野生動物だからといって舐めないようにしましょう。で、今カメラ回してみて。こうやってそうこう言っているうちに見えますか？また違う。大群が歩いてきたよ、今度は。本当だ。嘘やろ。やってくるやん。怖い。怖。すごいね。こんな感じで、大群が見れたりしますね。急に現れるから結構この山道のくねくねの道って危ないよね。危ない。急に現れたりするからスピード乗ってたりする。なので基本的にはロッキーの道っていうかバンフの中の道は速度制限があるんで30キロ以内かな。気をつけて運転する必要がありますね。人もそうやけど、野生動物が出てくることを前提に運転するようにしましょう。ではそれでは次のスポットに向かっていきたいと思います。次は、バンフの周りにある湖の近くをちょっとうろうろしていこうと思います。で、野生動物探すときにカナディアンロッキーの山の奥の方に行った方がなんか動物いそうな感じするよね。だけど、意外とバンフの周りには動物がいるので、そんなにロッキーの山奥に頑張って行かなくても、動物います。たまにね、街の本当ダウンタウンのど真ん中にもおるよね。おるね。エルクっていう大型の鹿だったり、あとはミュールディアっていう
小型の鹿なんかは比較的街の本当に家のすぐそばとかでも、よく見ることがあります。これ意外じゃない？確かに。うん、山の標高の高い山の奥には実はあんまりいないっていうのが、まあ、カナディアンロッキーのちょっと面白いところかもしれません。そうね。あとはまあ豆知識でもなんでもないけど、めっちゃちっちゃいリスもおるよね。ああ、そうそうそう。あとは、かわいいなんか綺麗な鳥、マグパイっていう、鳥もいたり。この辺は結構ね、比較的バンフの街の中で見れるよね。そうそうそう。まあ小型の動物は結構いっぱいいます。限らんから。おった。おお。オスのエルク。おったね。やばいやばい。2匹おるよ。どこに？奥と手前。でも1個これやばいやばい。超立派な角持ってるじゃん。すごいすごい。お尻のエルク。でもこのリップすごくないこれ。うん。角。さっきっていうかまあエルクの集団見たよね。うん。あれはメスの大群で何頭かうん。ちょっと小さい角を持ったオスがおったけど、こんなでっかい立派の角じゃなかったね。そうね。若めのやつがいましたが。エルク。まあかなりちっちゃく映ってると思いますけど、今この距離が多分だいたい30メートルぐらいです。で、草食動物はこれぐらいの距離を保てって言われてますが、エルクのオスとかだったら絶対出ちゃダメです。車から。基本的にはもうこの距離から、せめて車の中から楽しむように、するといいと思います。さあ今草原地帯のところにちょっと車を止めてるんですけど、周りちょっと見てみて、右側とかも。そうそう、こういう草原地帯にも意外と、草食動物いたりします。例えばこの辺で見たことあるのは、まあキツネとか、あとコヨーテっていう犬みたいなやつとかもいたりします。なので木が生えてる山だけじゃなくて、こういう草原地帯も、しっかりチェックして回るのも動物探しのポイントです。そうね。いや、私たちもバンフの町に住んでるからといって常々いつも動物を見るわけではないけど、たまにね気分転換にこうやってドライブとかして、まあ、森の中をね走っているとこうやって動物見たりとかして、ちょっと非日常を感じて楽しんだりする時もあります。バンフでワーキングホリデーで1年住む人も多いんですけど、1年住んでてもさっきのエルク見たことないっていう人とか、クマ見たことない人実は結構います。なので、まあ、意外とね野生動物わらわらいるようなイメージですが、なかなかねこうやって車を持って出たりとかする機会がないとちょっと比較的難しいよね、見るのは。そうね、まあ、街の中にちょこっと出てくる小さめのミュールディアが見れるかなぐらいな感じ、なので、まあ、意外とそんなもんなんですっていうのが、リアルなところ、そうね。よいしょ。さてでは他の別のスポットに到着しましたが、ここは大きい湖だね。よいしょ。まだ凍ってなくて綺麗ですね。そうね。綺麗な湖です。ここ割と広め大きめの湖で、夏の間はちょっとすごくちっちゃくて見えにくいんですけど、ここにボートハウスがあって、ここが冬の間はクルーズ船でこの湖のまだまだこの奥の方に続いているんですが楽しむことができます。で、動物探しねしている間でもこういう絶景スポットが当然ねちょこちょこあるから、あるね。楽しいよね。こういうのも楽しみながら、動物探しもついでにやっていこうというのが楽しみ方のコツかな。あとシンプルに結構こう街のガヤガヤ感と違って、ロッキーの中って言ってもバンフの近くでこうやってゆっくり自然を楽しめていいよね。すごい静かやん。では次の目的地はキャンプ場がバンフの周りにはいくつかあって、その中のところにもちょっと動物が出やすいスポットがあるので、そこに次は行ってみようと思います。ゴーゴー。ゴーゴー。はい、では先ほど言ってたキャンプ場というところに来たんですけど、だいたいいつも結構この辺のあたりにいつも大きいエルクが何頭かいるんですけど、今日はなんかちょっと見当たりませんね。
意外とこういうキャンプ場、人が泊まってる近くまで野生動物やってくるよね。そう、ここすごいよね。結構迫力のあるエルクが見れるんですけど、今日はいません。はい、バンフ来た人はこういう場所もどこかは言いませんが探してみてください。はい。さあ、それでは今日の動画は、バンフの周辺で野生動物探しということでお届けしていきました。今日見れたのはエルク、大きい鹿と、あとビッグホーンシープっていう羊。2種類の動物を見ることができました。それ以外にも当然いろんなのいるので、運が良ければ他の動物も見れるかもしれません。で、野生動物、夏の方がいるんじゃないかっていう印象あると思いますが、冬も普通にいます。クマは冬眠するんですけど、野生動物、冬になったら別にどっかに消えちゃうわけじゃないので、冬に来る人も、街の周り、うろうろ探してみるのもいいんじゃないかと思います。で、ただ野生動物探すとき1個だけ注意点がありまして、野生動物は動物園の動物ではありません。なので、ちょっとリスペクトを持って接しないとというか、ちょっと例えば分かりやすいところで言うと動物の距離保ったり、しないと人間が痛い目に遭うこともあります。例えば写真撮りたいよね。だからスマートフォン持ってわーって近づくと、角でブスって刺されたり、クマだったら噛まれたりとか、そういうこともあるので、あくまで野生動物だということは忘れずに、接するようにしてあげてください。はい、というわけで今日は、どれぐらいざっくり2時間ぐらいかな、バンフの周り車でうろうろしてきました。でこのチャンネルでは今回みたいに世界遺産のカナディアンロッキーから楽しいことをお届けしていっています。これからも楽しい情報をどんどん発信していこうと思いますので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の絶景でお会いしましょう。バイバイ。